2021年、史上2回目の東京オリンピック、パラリンピックが開催された。1964年に開催された東京オリンピック、パラリンピックでは、東海道新幹線、地下鉄日比谷線、東京モノレール、首都高速が東京五輪を目指して建設された。しかし、今回の東京五輪ではそのような大規模な路線網の再編は行われなかった。では、今回の東京五輪では国や都、鉄道会社は消極的な対策しか行わなかったのか？この動画では今回の東京五輪が鉄道に与えた影響について解説する。刺身チャンネル。前回の64年東京五輪と比べて、今回の東京五輪で何か新しい路線ができたとかはあまり聞かないよね。確かに。でも、それはあらかじめ見込まれていたことなんだ。東京2020オリンピック・パラリンピック招致委員会の立候補ファイルにはこのような記載があるよ。東京の持つ世界最高水準の鉄道網を最大限に活用し、効率的に観客と大会スタッフの輸送を行う。大会だけのための新設のインフラ整備を行うことなく、2020年東京大会の成功を保証する十分な規模になる。この資料は、五輪招致をするために招致委員会が発行した資料だから、元の計画の段階から新しい鉄道を含めた新たなインフラの整備はしないことが想定されていたんだ。そうだったんだね。じゃあ、今回の東京五輪に向けて、鉄道はどんな変化をしたの？では、ここでは東京オリンピック・パラリンピック公式パートナーの東京メトロと JR 東日本の取り組みについて、国土交通省や都の資料を元に紹介していくよ。まず、東京オリンピック・パラリンピック推進大会組織委員会発行の大会開催基本計画によると、将来の社会へ大会のレガシーを残すことが挙げられているよ。レガシーってどういう意味？レガシーは遺産っていう意味だね。つまり、大会開催のためのインフラ整備ではなく、今後も使われるようなものを作るということだよ。例えば、大会開催計画における標識、サインに関する目標として、大会開催基本計画によると、標識、サインにユニバーサルデザインを取り入れること、2020年オリンピック・パラリンピック東京大会関係府省庁連絡会議、第3回資料によると、多言語対応の強化が掲げられているよ。ユニバーサルデザイン？そう。ユニバーサルデザインとは、年齢、性別、国籍を問わず、様々な人が利用できることを目指すデザインのことなんだ。例えば標識を絵で表現する、ピクトグラム、なんかが有名だね。ああ、トイレと出口とかのピクトグラムは見たことあるね。あれもユニバーサルデザインの一つなんだね。そう。これらユニバーサルデザインの導入や、多言語対応の強化に対して、東京メトロでは日本語、英語、中国語簡体字、韓国語に対応した自動旅客案内装置や自動券売機、サービスセンターの導入、しかも銀座線、丸の内線、日比谷線に導入した新型車両には、3画面の車内ディスプレイが備え付けられていて、これも同様に日英中間の言語に対応したんだ。はい、これはすごい。一方で JR 東日本では、駅ナンバリングと日英中間の表記を備えた新しい駅名標を導入。駅ナンバリングって何？駅ナンバリングとは、英字と数字を組み合わせて、それぞれの駅に振り、日本語に慣れていなくても直感的に駅を判別ができるようにした制度なんだ。我々の動画にも駅ナンバリングがある駅については積極的に取り入れているよ。あ、あの記号ってそういう意味があったんだね。そう。そして二つ目に、大会開催基本計画によると、バリアフリー化も進められたよ。東京メトロではホームドア、多目的トイレ、エレベーターの設置、JR 東日本でも同様の取り組みが行われた。これにさらに JR 東日本では、大会開催上重要な駅となる、千駄ヶ谷、信濃町、原宿、有楽町、新木場、新橋、浜松町に対して大規模な改良工事が行われることになったんだ。現地に行ったから、その時の映像を見せながら紹介していくよ。よろしくお願いします。さて、ここはオリンピックのメインスタジアム、国立競技場、オリンピックスタジアムと、卓球の会場になる東京体育館の最寄り駅、中央総武尖閣駅停車の千駄ヶ谷駅だね。オリンピック開催中っていうこともあって、五輪の装飾が施されているね。そうだね。この期間限定の装飾を取る人たちも多く参見されたよ。では、ホームに出てみるよ。この駅は、新宿、三鷹方面駅1番線の線路を、1番線のホームと、千葉方面駅2番線の線路で挟んでいる構造になっているよね。もともと、改良工事をする前は、2番線のホームが島式ホームとして機能していたんだ。つまり、今立っているこの1番線はもともとなかったんだね。確かにそういった面影はあるね。じゃあ、この1番線は新しく増設されたのかな？実はそうではなくて、前回の64年五輪の時にすでに作ってあったホームだったんだ。それを今回の五輪に合わせて一旦一部を解体し、新たにホームを設置したんだね。64年五輪の時に使われたものが50年以上の時を経て再利用される。すごい胸熱だね。そしてこちらも、国立競技場最寄り駅になる、中央総武尖閣駅停車の信濃町駅だね。
こちらの改装は、トイレの拡張、ホームドアの設置、エレベーターの増設にとどまっているよ。まあ人が増えるのならどれも必要な設備だよね。そして大きく手を加えられたのがここ、ハンドボールの会場、国立代々木競技場の最寄り、山手線の原宿駅だね。この駅はもともと東京都内最古の木造駅舎だったんだけど、2020年3月21日に新駅舎の併用が開始、現在解体工事がされているよ。それは名残惜しい。この原宿駅も千駄ヶ谷駅と同じように、2番線の山手線外回りの線路を、2番線のホームと、1番線の山手線内回りのホームで挟んでいる構造になっているね。ここも島式ホームの駅だったの？その通り。もともとこのホーム、1940年に使用が開始された、1年に一度、元日に明治神宮に参拝する客向けの臨時の3番線ホームだったのを、常設化して、2番線化したホームなんだ。へえ、そうなんだ。まだまだ行くよ。ウェイトリフティングの会場、東京国際フォーラム最寄りの有楽町駅では、コンコース、ホームドアの新設、階段、トイレの拡張、アーチェリーの会場、夢の島公園アーチェリー場の最寄り駅、新木場駅ではコンコース、改札口の拡張とエレベーターの新設、新橋駅では大屋根の拡張と改札口、コンコースの拡張、浜松町駅では羽田空港へ向かう東京モノレールとの乗り換え利便の向上と、エレベーターの大型化を行った。他には、東京メトロは、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた東京メトロの取り組みにて、沿線地域の魅力発信として、銀座線の全駅のリニューアル、日比谷線の虎ノ門ヒルズ駅の整備を掲げているよ。こんなに多くの設備投資が行われたんだね。そう。さらに設備投資だけではなく、東京メトロと JR 東日本は共同で、東京スポーツステーションとして、競技の見どころや観戦ポイントの紹介を車内や駅の広告で展開。オリンピック・パラリンピックの公式パートナーではない東京都交通局も、行政という立場から、車両にオリンピック・パラリンピックのキャラクターを貼ったり、駅を装飾したりして PR したよ。ああ、コロナで無観客じゃなかったらな。そんな無観客の東京五輪だけど、東京都交通局ではびっくり。都庁前と、会場最寄りの青山一丁目、国立競技場、九段下駅で、大会の開催期間中。まもなく2番線に都庁前経由、光が丘行きが到着します。ドアから離れてお待ちください。国立競技場、オリンピックスタジアム、東京体育館。国立競技場、オリンピックスタジアム、東京体育館。という特別な接近メロディーと、会場最寄り駅では副名称の案内が行われたんだ。無観客なのにわざわざ案内を用意したんだね。この元気のある接近メロディーと、閑散とした駅の様子の対比は本当に見るに耐えなかったね。他にも、選手村が整備される臨海部と都心の新橋、虎ノ門ヒルズを結ぶ東京 BRT が運行開始したり、ユニバーサルデザインを採用した新型タクシー、トヨタジャパンタクシーの導入が急速に進んだりと、ここでは紹介しきれないほどの改革が行われたんだ。そのような会もあって、2012年には835万人だったのが、2019年には約4倍の3188万人になった。4倍？それはすごい。今後も動向が気になるよね。それじゃあ今回はこれでお開きとさせていただきましょう。そうだね。では、ご視聴ありがとうございました。